こんにちは、岡村直子です。今日は気に入ったカメラを一つ紹介したいと思います。それはこちらのペンタックス MZ5 というカメラです。あんまり新しいものじゃないです。1995年11月に電子式オートフォーカスカメラとして世に出たものです。で、オートフォーカスということは、ここのシャッターボタンあるんですけれども、これを半押ししたら、ちゃんとレンズがオートフォーカスでそこに焦点を合わせてくれる機能はついている。で、これはデジカメではなくてフィルムカメラです。電子式でオートフォーカスのフィルムカメラ、一眼レフ。それがこの MZ5 というカメラです。これが結構使えるっていうことを今回お伝えしたくて動画を作ってます。なんで私がこんな古いというか、1995年のカメラを持っているかというと、親戚のおじさんがタンスの中からちょっと引っ張り出してというか見つけてきて、それを譲ってもらったんですね。で、使い始めるにあたって自分も全然知らないカメラだったので、皆さんどう使うんだろうと思っていろいろ検索して調べてみたんですけれども、なかなか情報がないと。フラッグシップのすごい機械だとか、最先端のみんなが注目するカメラとか、そういうものでもないし、このボディ自体も今中古カメラ屋さんに行ったら多分数千円で買えちゃうぐらいの安いボディカメラなんですよ。だからこのカメラについて語る人っていうのがあんまり世の中にどうももう今いないなという感じなんですよ。でもこれ自分で使ってみたら、初心者が使うんだったらかなりこれはいいカメラなんじゃないかと思って、今回動画でちょっとその良さをお伝えしようと思います。良さを数えていったら7つぐらいあったんですよ。なんでちょっと一つ一つご紹介しますね。まず一つ目は、もうとにかく軽い。軽さ。これは一番手に取ってみて最初に感じる魅力だと思います。昔のカメラ、フィルムカメラで、レンズ交換できる一眼レフっていうと、金属製で 500g を超えるのは当たり前。下手したら 1kg 近くボディだけでっていうカメラがいっぱいあるんですけれども、この MZ5 はスペック 415g、500g を切ってる。一眼レフでこの軽さっていうのはかなり軽い方だと思います。で、私も今まで機械式のカメラを下げて歩いてたりしたんですけれども、最初にこれ持った時に、一眼レフなのに軽いっていうのが本当に第一印象でした。で、この一眼レフなのに軽いっていうのは、そのもう軽さだけで楽しくなってくるんですね。持って歩くのが、いろんな写真が撮れるカメラなのに、こんなに軽いのかって、どうしてこんな軽いのかって言ったら、プラスチックボディを採用してるからっていうことなんですけど、だから重厚感があんまりないといえばない。安っぽいといえば安っぽく見えちゃう。でもそれが初心者にとっては非常に使い勝手がいいと思います。で、良いところ2つ目、それは情報が見やすいということです。カメラで写真を撮ろうとすると決めなきゃいけないことっていうのが結構あるんですね。絞りもそうだし、シャッター速度もそうだし、フィルムの感度もそうだし、そういう光の調節だけじゃなくって、構図とかシャッターチャンスとか、そういう写真を撮る技術の部分っていうのも必要になってきます。で、普通の電子式のカメラだと、今液晶があって、そのボタンを押して液晶を見て設定をしなきゃいけないってあるんですけれども、これは全部ダイヤル式でいろいろできるように設計してます。ここは今シャッター速度があって、これはロックだったり、1枚か連写かっていうのがあったり、その情報は液晶が出てるんですけれども、こっちの方ではISO 感度、フィルムの感度を自分で手動で設定もできたり、あと最高どういう風に光を取り入れるかの設定もできたり、あとはマイナスにしたり、プラスにしたり、自分が明るい写真を撮りたいか、暗い写真を撮りたいかっていう演出もここのボタンでできたりします。このカメラっていうのは設定を変えていろんなそのパズルをやるのが楽しいんですけれども、自分が今何を設定したのかっていうのがよくわからないととてもストレスなんですね。でもこの MZ5 っていうのはまず自分の設定っていうのがダイヤルでわかりやすいっていうのと、中でファインダーで覗いた時もその情報が半押しにすると出るんですよ。シャッター速度と絞りが今いくつと、ストロボかけた方がいいよとか、今焦点が合いましたっていう合唱ポイントみたいなのが点滅したりしてくれるので、覗いてもわかりやすいし、外からもわかりやすい。という点でも、この MZ5 っていうのは情報がとても見やすくできてます。一番簡単なのは、もう私はシャッター速度はオートっていうのにしてしまって、
ボケさせたりボケさせたくないとか、そういう調節をこの絞りのところでやるようにしてます。中で勝手にシャッター速度を自分で考えて適正露出にしてくれるので、そこがとても便利です。4つ目はいろんなレンズで遊べるところです。これは今、絞りレンズがついている K マウントなので、ここのボタンを押してカチャッと取り外しができる。ちょっと前なのでオートフォーカスの機能が連動してないというか、ここのマニュアルっていうところをマニュアルにして、オートフォーカスとマニュアルっていうレバーあるんですけれども、ここをマニュアルにして、で、ここをオートにして、で、この絞りだけ自分で調節する。とてもボケさせたいんだったら 2.8 とか開放に近いものにする。景色までぴったり映したいっていうんだったらちょっと絞って8とか11とかその辺にする。で、こう構えるとちゃんと絞りに合わせてシャッター速度の情報が変わるんですよ。だから、ちゃんとこれとこのレンズとこちらの中身、ボディが連動してるなっていうのがわかります。これがちょっと前のオートフォーカスじゃないレンズでもそれができるっていうのが一つ。で、これ今外しますね。K マウント。ボタンを押してカチッと外す。で、今度は絞りダイヤルがない最近のレンズといえばそうなんですけれども、これはデジタル一眼についてたやつ。よいしょ。これもここにはめてカチッと今はまりました。で、これは絞りは自分でもともと動かすことができないんですけれども、それでもこのシャッター速度をオートにして、で、今度はオートフォーカスなので、ちゃんとオートフォーカスっていうところのレバーをここを変更させてオートフォーカスにすると、ちゃんとオートフォーカスになる。自分で合わせたかったら、ここマニュアルにしたら、ピント合わせが自分でできるようになる。それで使うと、シャッター速度だけはここで、オート以外、速いのとか遅いのとか選べますけれども、それに合わせた絞りにしてくれるっていう状態になります。今だと45分の1の F 値 2.8、結構開放に近いんですけれども、1枚取りました。ここのファインダーの中で情報を見ることができるので、それを見ながら自分がどういう状態かわかる。オートから別のシャッター速度にしたかったら、ここを押しながら、よいしょ。例えば、8分の1にしたら。これシャッター速度を8っていう風にしたら、絞りが 6.7 まで絞れました。だからこれでこっちを操作しながら絞りの状態を見るっていう方法で絞りをコントロールすることができると思います。で、これも K マウントだからここを押しながらこれでカチッと外せる。最近よく使ってるのがこれレンズなんですけれど、もうパンケーキレンズを超えた薄っぺらいビスケットレンズと言われる。もう現行で買えるレンズなんですけど、ペンタックスの DA の 40mm 画角、この薄さ、軽さ、もうこれをこの軽い一眼レフにつけてみると、これも普通にK マウントでよいしょ、赤い印同士を合わせてカチッとはまりました。カメラですよ。一眼レフカメラ、こんな形になりました。薄い。これがオートフォーカスで撮れるという、ちゃんと開放が F 値開放 2.8 なので、そこそこ近くまでやったらボケるんですけど、あとここが短いせいなのか、すごいオートフォーカスで合わせてくれるのがすごい早い気がするんですね。ペンタックスってこのレンズウィンウィンっていうのがすごいうるさいっていう話をする方もいるんですけれども、これはもうその薄さによって焦点合わせるの時間かかる問題っていうのもかなり解決できるという。そしてこのフィルムカメラでとても軽いボディにつけたら超軽い。多分これ足しても 500g いかないんじゃないですかね。後で測ってみます。これはもう本当に持って歩いてたらもうすごい楽しい。自分がピント合わせるっていうのも、多少のストレスというか、マニュアル機だと自分でうまくいかなかったりしてイライラする時あったんですけれども、そのオートフォーカスで任せられるっていうのではもうこれ一番今気に入っている組み合わせですね。ペンタックスの一番楽ちんで面白いなっていうのは、マウントアダプターがあっ
、これ今純正で買ったやつなんですけど、このマウントアダプター、ヨドバシで4000円ぐらい。これは K マウントのカメラにスクリュー型の M42 のマウントのレンズを付けられるっていうアダプターなんですね。M42 はもうオールドレンズすごいたくさん種類があるので、これにつけるだけでレンズの選択肢が随分広がります。でこれもなんか赤い印があったりするんですけれども、この赤い印を合わせて入れて、で時計回りに回転をさせればカチッとはまって、これで今マウントアダプターをつけた状態。で、ここにネジ式のレンズをはめ込むことができます。今、手持ちでSMC タクマっていうレンズあるんですけれども、これはスクリュー式、カチッとならない、ぐるぐるってはめるやつなので、これを入れます。これ今ネジ式のところに。で、これではまりました。で、オートフォーカスではないので、ここの部分をマニュアルフォーカスに直して、シャッター速度のところはオートでお願いをする。その代わり、この絞りのリングがあるので、これで自分で絞りたいところに絞って、あとは任せると。例えばこれも今、開放の 3.5 にして、ファインダーを覗いてみたら、シャッター速度は45分の1。ピントを合わせて、これで今取れました。で、これもし絞りリングを絞ったら、絞った分、このファインダーの中も暗くなっちゃうっていうのは欠点としてはあるんですけれども、ちゃんと半押しした時にシャッター速度を見たら1秒とかになってるので、ちゃんと絞りの情報とシャッター速度が連動して、これでシャッターを切ったらちゃんと適正露出の写真が撮れることになります。あとはもう私、シャッター速度はもうオートからこのカメラ使い始めてから動かしてないですね。ほとんどもうオートのまんま。あとは絞りをどうするかっていうのを自分で考えて撮るカメラになってます。5つ目のいいところは、フィルムの窓があるっていうところですね。フィルムの窓があるので、どんなフィルムを今入れてるのかっていうのが一目でわかるっていうのは、意外な簡単なところなんですけれども、ありがたい。6つ目のいいところは、とにかくボディが安いこと。数千円でこれだけ一眼レフフィルムカメラとして遊べるのであれば、非常にこれはお買い得だと思います。7つ目は、一番これが大切だと思うんですけれども、持っていて楽しいことです。カメラをマスターするというと、機械式でシャッター速度とか、いろんな絞りとか、そういう光の状態を自分で全部コントロールしないとダメなんだっていう思い込みがあったんですけれども、最近はちょっと考え方が変わってきました。カメラに任せられることがあるんだったら、もうそれはカメラに任せて、自分は構図とか、シャッターチャンスとか、自分の絵作り、どういうものを作りたいか、どういうものを撮りたいかというところに注力するっていう、そういう撮り方も十分にありなんじゃないかなと思うようになりました。ちょっといいとこ取りして楽しんでもいいじゃんと思えるカメラです。もちろん勉強のためにいろいろフルマニュアルで設定するのは楽しいんですけれども、もう今この瞬間をフィルムに焼き付けたいとか、この今の瞬間を撮りたいっていう時に初心者にとってとても使い勝手の良いありがたいカメラではあります。だからそういう楽にフィルムを楽しみたいっていう人にはぴったりだと思うので、ぜひ検索したら多分いろんな状態のボディは出てくると思うんですけれども、お安く手に入るみたいなので、もしフィルムこれからチャレンジしたいという方がいましたら、ちょっとこれを買ってみてください。おすすめです。本当に安くて軽い、使いやすい、楽しい、そういうカメラです。MZ5。というわけで今回はカメラの紹介でした。もしよかったらいいね、チャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。